やヘルダイバー、今回はレーザーキャノンについて解説していきます。この動画を見れば敵を何秒で倒せるかわかるようになります。またレーザーキャノンを使い倒すヒントも紹介します。様々な敵に試したので確認してみましょう。まずはオートマトンです。ハルクを最速で倒すなら頭を狙いましょう。しっかり当てれば 1.2 秒で倒せます。敵を撃破するとレティクルの色が変わります。白から赤に変化するので無駄な照射時間を減らしましょう。胴体を狙った場合はどうでしょうか。基本的には頭を狙うことをおすすめします。撃破には7両必要でした。つまり頭から狙いが外れると7両以上かかるということです。頭を狙うのが難しい場合は足を打つといいです。 3.3 秒で足が壊れて動きが鈍くなります。そのまま同じ足を打ち続ければ 6.7 両で倒すことができます。両足を破壊した場合はどうでしょうか。結果はほとんど変わりません。逆に狙いを変えたことで倒す速度は遅くなります。撃破には合計で 6.9 秒ほど必要でした。腕を狙う場合も見てみましょう。腕を打って倒すこともできますが、片腕だけ狙うのはやめた方がいいです。倒すのに12秒以上かかってしまいます。片腕を破壊したら別の部位を狙った方がいいです。こちらは腕を打った後に別の部位を狙った場合です。胴体と足両腕で試しましたが大きな違いはありません。どちらも合計7両ほどの照射で倒せます。状況に応じて当てやすい方を狙ってください。最後は背中のラジエーターを撃ってみましょう。爆発させるには 3.5 両必要でした。敵の動きを止めないと当て続けるのは無理だと思います。後ろから撃つ時も足か腕を狙った方がいいでしょう。ラジエーターは味方が追われている時などに狙いましょう。次はファクトリーストライダーです。腹下のハッチを撃つと12秒で撃破となります。見事任務を果たしたな。注意点としてハッチは片側だけを撃つようにしてください。途中で隣のハッチに狙いを変えると12秒で倒せなくなります。他の武器を使う場合も片側だけを狙いましょう。レーザーキャノンは 12.5 秒でオーバーヒットします。残念ながらキャノン砲を破壊することはできません。レーザーキャノンを持っている時はガトリングの破壊を優先しましょう。 1.5 秒ほどで破壊できます。目を狙った場合はどうでしょうか。実戦で倒しきれる場面はほとんどないと思います。撃破には19秒ほど必要です。味方が無反動ライフルを撃った場合を想定してみましょう。弱点は露出するので当てるのは簡単になります。しかし結果は変わらず19秒必要です。こうしている間に2発目の無反動ライフルが飛んでくるでしょう。2発分の EAT を撃った場合はどうでしょうか。結果は約4秒でした。これなら実用的な範囲だと思います。コマンドでも試してみました。頭に4発撃ち込みます。残りの体力は少ないので2秒ほどで撃破できます。レーザーキャノンだけでの処理は厳しいです。味方と力を合わせましょう。テルミットでも試してみました。左の映像はテルミット2つを頭に投げました。右の映像は頭に3つ投げます。結果はこちらです。テルミットを3つ使えば 0.7 両で倒すことができました。テルミット2つだと倒すのに10秒ほど必要です。テルミット1つでは弱点が露出しません。ちなみに腹下のハッチにテルミットを2つ投げればそれだけで倒すことができます。次は強化スカウトストライダーです。ミサイルを撃つと 0.2 秒で爆発します。他の部位なら骨盤を狙うのがいいでしょう。 0.8 秒で倒せます。足を狙うと 1.4 秒必要です。装甲板を狙うと 1.7 両です。当てやすいので状況によっては狙ってもいいでしょう。デバステーターは頭を狙うとすぐに倒せます。照射時間は 0.3 秒です。腰を打った場合は 0.9 秒ほどで倒せます。胸を打つと 1.3 秒必要です。腰に当て続けるのは難しいので頭か胸を狙うといいでしょう。
実戦では胸を撃つより時間がかかることが多かったです。ロケットデバステーターの場合は先にミサイルを破壊するといいでしょう。正確に当てれば 0.5 秒で破壊できます。ミサイルを破壊したら適当な部位にレーザーを当てましょう。少位ダメージのおかげですぐに倒せます。背中のバックパックは狙わない方がいいです。破壊するのに約 1.5 秒です。後ろから撃つ時もミサイルを狙うようにしましょう。ヘリーデバステーターは先に武器を破壊してもいいと思います。しっかり当てれば 0.5 秒で壊れます。武器を破壊した後は足を狙うのがいいと思います。肩を狙うと少位ダメージで倒しきれない場合があります。初めから足を撃つ場合は 1.4 秒ほどで撃破となります。状況によって狙う場所を変えましょう。背中を撃った場合は 1.6 秒ほどで倒せます。真後ろから撃てば反撃される前に倒しきれるはずです。次はバーサーカーです。頭を狙うと 0.3 秒です。腰を狙った場合は 0.9 秒です。ここまではデバステーターと同じですが足は狙わない方がいいです。倒すのに 2.1 秒かかります。胸を狙った場合は 1.4 秒です。動いている場合も胸を狙うのがおすすめです。一番狙いやすいので安定して倒すことができます。次はタンクです。尾体を破壊するとタンクの動きを止めることができます。破壊には 3.8 秒ほど必要です。正面からは倒せないので車体の背面からジエーターを撃ちましょう。どちらも 3.8 秒で撃破できます。バラージャータンクの場合は正面からでも倒せます。時間は変わらず 3.8 秒です。キャノン砲は背面からしか破壊できません。3.7 秒で破壊できます。続いてはガンシップです。船体を狙ってしまうと撃墜するのにも秒ほどかかってしまいます。スラスターを狙えば2秒ほどで撃墜できます。船体は狙わないようにしましょう。次はオーストライダーです。レーザーキャノンだけで対処するのはおすすめできません。胴体を撃つと倒すのに16秒もかかります。足を撃った場合でも10秒です。敵の動きを止めないと被弾せずに倒すのは難しいです。最大の弱点は足の付け根です。ここだと6秒ほどで撃破できます。しかし当て続けるのは難しいでしょう。レーザーキャノンで対処するなら先にキャノンを破壊した方がいいと思います。正確に当てた場合は 3.3 秒ほどで破壊できます。基本的には他の対抗手段を用意することをおすすめします。テルミットやアルティメイタムなどがいいでしょう。一発で倒すことができます。他にもオートキャノン砲とロケット砲塔も有効です。オーストライダーについてはこちらの動画を参考にしてみてください。バンカータレットの破壊には3秒ほど必要です。しかし反撃を受けずに壊すのは難しいです。攻撃は2回に分けることをお勧めします。対空砲と迫撃砲も3秒で破壊できます。敵以外だと地雷や有刺鉄線の除去に役立ちます。他にもコンテナとフェンスを破壊できます。弾薬を気にしなくていいのは嬉しいです。次はターミニットについて確認しましょう。まずはベヒーモスです。頭と足から狙ってみましょう。結果を先にお伝えします。頭を狙った場合は 12.3 秒で倒れます。足は装甲を剥がすのに 6.7 秒必要です。そのまま狙い続けると 3.3 秒で倒せます。足を狙った場合は合計で10秒となります。次は胴体を狙ってみます。装甲を剥がすには 6.4 秒必要です。そのまま狙い続ければ 8.3 秒で倒せます。次はお尻を狙います。装甲の上と下で試してみました。結果はどちらも 4.7 秒です。しかし実戦で同じ部位に当て続けるのは難しいです。お尻だけを狙うと余計に時間がかかります。撃つ時は足を狙うことをお勧めします。装甲を剥がしてしまえば他の武器でも対抗できます。
撃ちながら後ろにダイブして距離を確保します。突進してこない距離を保てばレーザーを当てやすいはずです。それでもレーザーキャノンだけで戦うのは厳しいと思います。味方が対戦車兵器で仕留め損ねた場合の追撃として使うのがいいでしょう。冒頭でも説明しましたが、レティクルが赤になったら敵は倒れます。 EAT を撃ってから3秒ほどで倒すことができました。他にもイーグル機重装車ロケットポットと合わせて戦うのもおすすめです。ばらつきはありますが5秒ほどで倒せることが多いです。なるべく装甲が剥がれた部分を狙うとより素早く倒せます。また戦略支援がしっかり当たればそれだけで倒すことも可能です。チャージャーの場合は頭を狙うと 7.8 秒です。足を狙うと 3.8 秒で装甲が剥がれます。倒しきるには 7.1 秒必要でした。次はタイタンについて確認しましょう。頭と腹を狙った場合で比較してみます。正確に測定することは困難なのでおおよその結果となります。頭を狙った場合は 12.6 秒です。腹は破壊するのに3秒ほど、倒すには16秒ほど必要でした。腹を狙えば3の攻撃を止めることができますが倒すのが少し遅くなります。他の攻撃と合わせるとどうなるか試してみます。まずはイーグルロケットポットです。次に頭と腹を狙った場合で比較してみます。先に結果を表示したいと思います。ロケットポットの当たり方によって結果は少し変わると思います。頭を狙うと 11.4 秒です。レーザーキャノンだけで対抗した場合と1秒ほどしか違いません。腹を撃った場合は 10.9 秒なので5秒ほど短くなりました。ロケットポットを当てると大抵の場合は胴体の装甲が剥がれます。横から狙える状況なら装甲がなくなった部分を撃つといいです。味方が攻撃を受けている時は横から狙って助けてあげましょう。7秒ほどで倒すことができました。何度か試しているうちに最も早く倒せる場所があることに気がつきました。それがこちらです。胸の前にある爪のような部分です。こちらを狙うと6秒ほどで倒すことができました。当てるのが難しい場合は胸のあたりを狙ってみましょう。イーグル機重装車を使った場合も同じです。頭や腹を狙った場合は10秒以上かかることが多かったです。爪を狙うと 7.6 秒で倒すことができました。無反動ライフルで撃ち漏らした場面を想定してみましょう。まずは胴体に一発撃ち込みます。この場合も爪か胴体を狙った方が早いです。左の映像は爪を狙っていますが 6.4 秒で倒すことができました。右の映像は頭を狙っていますが撃破に11秒ほど必要でした。また装甲が剥がれた部分を狙った場合は7秒ほどで倒すことができます。対戦車兵器で倒せなかった場合はレーザーキャノンを持ったヘルダイバーを信じてください。きっとやり遂げてくれるでしょう。テルミットを使っても良い結果を得ることができます。頭に投げつけて起爆させます。レーザーキャノンで頭を狙えば 3.6 秒で倒すことができます。胴体に2つ投げた場合はどうでしょうか。装甲がなくなった部分を狙えます。倒すには 8.5 秒ほど必要でした。テルミットを投げるときは頭を狙った方が良さそうです。尻尾を狙って投げるとテルミット2つで倒すことができました。意外と狙うのが難しいですがチャンスがあれば試してみてください。次はインペーラーについて確認しましょう。弱点を狙うと 5.3 秒ほどで倒すことができます。右の映像のように側面から狙うことも可能です。一気に倒そうとするのは危険なので2回以上に分けた方がいいです。装甲の上から胴体を狙うと倒すのに 12.5 秒ほど必要です。装甲を剥がすには 6.5 秒かかります。腹を狙った場合は倒すのに10秒ほど必要です。オーバーヒートしましたが勝利効果のおかげで倒すことができました。後ろから狙う場合は右の映像の場所が最適です。 5.6 秒で倒せます。ベヒーモスと違ってお尻を破壊しただけでは倒せません。倒すのに10秒ほど必要です。足を狙った場合は装甲を剥がすのに 6.3 秒です。倒すには 10.5 秒ほど必要でした。インペーラーに接近すれば触手を出さなくなります。
口を狙えるチャンスが生まれるのでレーザーを当て続けてください。12秒ほどで倒すことができます。うまく当てればオーバーヒットする前に倒せると思います。レーザーキャノンはインペーラーを素早く倒すことができません。他の武器を使った方が早い場合もあります。例えば爆発クロスボウなら3発で倒せます。倒すのにかかった時間も 2.6 秒です。次はストーカーです。まずはこちらをご覧ください。頭を狙うと 0.4 秒で倒れます。次は胴体と腕を狙います。どちらも2秒ほどで倒せます。これだけ見ると素早く倒せるように思えますが、実戦ではどうなるでしょうか。結果はご覧の通りです。ストーカーを相手に2秒確保するのはかなり難しいです。レーザーキャノンのチャージアップには 0.5 秒必要です。ストーカーの透明化が解除されてからでは間に合いません。できるだけ早めにチャージを開始してください。反撃される可能性を減らすことができます。しかし対抗策は別に用意することをお勧めします。ストーカーがのけぞる武器を持つかワープパックなどで距離を確保するといいでしょう。他の敵についても見てみましょう。アルファコマンダーは1秒で頭部を破壊できます。胴体を狙うと倒すのに3秒必要です。ウォリアーの場合は胴体を狙っても 0.7 秒で倒すことができます。頭部を破壊するだけなら 0.4 秒ほどです。ハイブガードは 1.1 秒ほどで倒せます。頭と胴体のどちらでも同じです。爪を狙うと倒す速度が遅くなるのでやめた方がいいです。バイルスピューアーは頭を狙うと 0.8 秒ほどで倒せます。腹を狙うと 3.2 秒も必要になります。腹よりも装甲を狙った方が早く倒せます。時間は 2.1 秒ほどです。また頭の上を狙うと 1.8 秒ほどで倒せます。シュリーカーを落とすのは簡単です。中心を狙えばわずか 0.1 秒で倒すことができます。公式の子とシュリーカーの巣は限界まで撃っても壊れません。レーザーキャノンのクールダウンを挟むか別の武器で破壊しましょう。これだけ撃てば一瞬で破壊できます。11秒ほど撃ってからグレネードピストルやメイン武器を使うのがいいと思います。射程は 200m を超えると安定感がなくなります。破壊することはできましたが 200m 以内から狙うようにした方がいいでしょう。イルミネートについては別の動画で取り上げました。こちらの動画を参考にしていただければと思います。レーザーキャノンについてはいかがだったでしょうか。皆さんの感想をコメントで聞かせてもらえると嬉しいです。次の動画もチャンネル登録してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。